こんにちは、サムライジャパン SJ です。さあ、今回は記念すべき第50回を迎えました。みんなのサブスクリプション50回ですか。思えば遠くへ来たもんだと感慨深いです。このみんなのサブスクですね、本日のモデルでもありますなおさんのご提案から始まりました。ロング企画ですね。もう永久企画と言ってもいいでしょう。大変に感謝しております。いつもありがとうございます。でそれ以来たくさんの方々にプラチナメンバーとして参加していただいております。ちなみに、こちらなおさんはインスタグラムをされておりますので、説明欄のリンクからご覧ください。このように、みんなのサブスクは皆様のサポートによって成り立っていまして、またその信頼関係によって成り立っています。一度応募してみようか、そんな方は、後ろにありますサムライジャパン36000 @gmail 宛てにいつでもご連絡ください。順を追ってご説明しますので、どうぞご安心。そしてモデルのお預かりですね。こちらは最長でも1週間程度になります。そして、心ばかりではございますが、お礼のお印もご用意しておりますので、ふるってご応募くださいませ。さあ、それでは参りましょう。第50回はロレックスミルガウスとなります。こちらいつも綺麗にまとめてくださっています。これいろいろサブスクといってもですね、もうそのまま、メール等々のやり取りでそのご感想等々をお聞きして私がする場合もありますし、このようにもうレポートのようにまとめてくださっているということで、もうこれはもうお人の個性ですよね。はい、それでは参りましょう。本日はロレックスミルガウスZ ブルーダイヤルレファレンス 116400GB となっていますね。はい、それでは早速開封いきましょう。レッツゴー。オープンね。じゃーんと。おー、これはまた美しい。もう少しアップにしましょう。こんな感じですよ、皆さん。テッカテカじゃないですか。すごいですね。じゃあ失礼しまして、ちょっとこれで準備しましょう。こちらまあ綺麗なグリーンのサファイアにブルーですね。非常に美しいですね。で、文章に行く前に軽くサイズも測っていますので、サイズ感を掴んでから行きましょうね。ここの幅、これは 40.0mm ちょうどですね。40mm サイズとなっています。で、ラグトゥーラグ、この縦の長さですね。ここからここまで。これが 49.0 ですので50以下ですから、まあどなたにもフィットするサイズ感と言っていいですね。そして厚みですね。厚みが、後ほど言及もあるんですけれども 13.3mm と、それでも 13mm 台ですから、現行のグランドセイコー並みという感じですね。次にラグウィズ、ここですね。ベルトの幅ですよね。缶幅と。ここが 20.0mm です。そしてぐーっとテーパードして、ここの一番下の裏の部分ですね。ここは 15.4mm まで下がります。15.4mm。という感じで、サイズ感としてはいわゆる今時のサイズ感ですよね。特段に大きいとかというサイズではありませんが、お人によっては大きいと感じる場面もあるかなと。ロレックスのエアキング現行とほぼ同じサイズ感ですので、またご参照くださいませ。これ見ていきましょう。もうエクステリアですね。これはもうお手紙行きましょうか。非常に美しい。うわ、この3輪もね、素晴らしい。それではお手紙へ行きましょう。まずはこのドーンと綺麗な写真ですね。後ろがポルシェの GTS をバックにのメーターですね。美しいですね。
はい、スピードメーター300キロまでで、真ん中に、いわゆる回転系タコメーターが刻まれていてと、非常に美しい。その手前にミルガウスを写真を配してと、非常に綺麗ですね。何の違和感もないと。で、私ごちゃごちゃ書いてますけれども、お気になさらずお願いします。それでは行きましょう。尾点ですね。同時に行くのはなかなか難しいんですけど、なぜならこのピンが合わないんですね。ですので、こちらにピンを合わせる感じにしますので、もう少しアップにしましょう。尾点行きましょう。ミルガウスの魅力は、古典的で完成された対峙時計であること。強固な対峙ケースに加えて、パラクロムヒゲゼンマイだけでなく、対峙素材で作られた雁木車、レバーを搭載している。このような保守的だが確実性が高い念入りなやり方は、いかにも質実剛健なロレックスらしく、メカニズム主体で対峙時計を成立させていると。いや、そうですね。これはまず、対峙に特化したモデルであると。ミルガウス、つまり1000ガウスの意味ですよね。アンペアメーターでいうと8万アンペアメーター。ご承知のように、オメガが1万5000ガウスを達成していますので、今となっては1000ガウスというのは、なんとなくこう見劣りするように見えるんですけども、これが発売された当時というのは、やはり軟鉄製インナーケースを配したりですね、非常に対峙に特化したモデルだと。科学者であるとか、磁気を使うような、そのために作られたモデルであったわけですね。本当にプロフェッショナルモデルと。続きまして、Z ブルー文字盤はミルガウス独特の色で、グリーンガラスとのマッチングも絶妙であると。これそうなんですね。グリーンサファイアなんですよ。これ横から見るとよくわかるんですけれど、素晴らしい技術ですよね。透明度も非常に高くて、なんと、これは光に当てると本当にグリーンに光って、こういう感じから見ると、こう丸の円周はグリーンに光ると。そして文字盤はブルー。なおかつ秒針はオレンジと、非常に色彩豊かなモデルですね。続いて参りましょう。ノンレイトのシンメトリカルなデザイン。セカンド表示と秒針がオレンジであるのも統一感があってセンスが良いと。これはですね、もう少しアップにしましょう。ぐっと 2.5 倍までいきますと、ここに、これ外周ですね。秒針。これは65、10、15と。ここの点々点の部分ですね、秒針の。これがオレンジで配されているんですね。このオレンジ、私もオレンジ色って大好きなんですけど、本当に綺麗ですね。さすがのこのロレックスの大人感と言いますか。このカラーリングですね。これやもすると、非常に子供っぽくなったりする可能性がありますよね。ですから、デザインの配色ですとか使い方、絶妙な感じにしないと大人の時計には見えてこないと。非常にこれは大人が使って遊び心あふれる時計となっていますね。これは遊び心と言って良いですよね。やっぱりこのバチバチバチっと、この特徴的なサンダーハンズですね。雷ではないですけども、特に、Z ブルーに関しては華やかさがあるカラーリングなので、センターがポリッシュされたオイスターブレスは時計の性格にも合っていて素晴らしい。逆にノーマルブラックなどはブラッシュされたオイスターブレスでも良かったかもしれない。廃止されたものを含めると、Z ブルー、GV ブラック、トロピカルマンゴーと4色のカラーリングを持ち、好みの色を手に入れることができると。センターがポリッシュされたオイスターブレスというのはここですね。つまりこの真ん中が光っているということで、正確に合っているということですね。この手袋状をご覧ください。すごい鏡面仕上げですね。
さすがの仕上げと。この辺りは私が語るまでもないという感じですが、ついでにじゃあ、一緒にここ横行きますと、まずこのように、もうツルツルですね。この外国で、英語で言いますと、リキッドメダルと、液体のような金属。そうですね。液体のような金属のような、このヌメリ感と。このヌメリ感というのがロレックスの特徴ですよね。非常にヌメヌメっとしている感じ。こういう感じですね。そして反対側、こちらの左側の方ですね。9時方向。非常にこれ、全部映り込んでますね。すごいですね。ふとタンクローリーの車の後ろ、ツルピカに仕上げてらっしゃるじゃないですか。あれを思い出しました。うわ、自分の車全部映ってるじゃん、みたいな。なんかあれ、理由があるらしいですね。理由があるというタイトルを見て、そこから読んでないんですけど、なので理由分かってないんですけど、もし理由ご存知の方は教えてください。そう。で、タンクローリーといえばですね、このベゼル周りですね、このベゼル周りもビシッとこう今、カーテンが映り込んでいるんですが、このようにまっすぐ反射していますよね。つまりこれって鏡面仕上げが素晴らしいということではないですか。反射角によってこの、角度が変わっていくわけですから、つまりこの反射の角度が非常に精緻にできていると。これ。そしてこの下側、いつもの私のブルーと黄色のトレーナー、スウェットが見えているかと思います。ブルーと書いてありますが、近くへ、こうするとね、やっぱり。よく見えてますね。で、体を遠ざけるとね、もちろん、ちょっと歪みますが、このような感じですね。で、文字盤、もちろん美しいですね。このアプリケ、王冠マークを頂点にしてと、そして白色でロレックス、オイスターパーペチュアル、オレンジでミルガウスと、そして下に行くとスーパーラティブクロノメーター、オフィシャリーサーティファイドと。ということで、これは高精度クロノメーターですので、マイナス2秒からプラス2秒。これは、現在で言ってしまうと、旧型のキャリバーにはなりますけれども、この旧型どころか、70年代、80年代のロレックスでもですね、非常に精度良いんですね。私は古いのをちょっと持っていまして、出てこないんですけれど、非常に精度良いです。小学生から使っていたという分ですね。はい。で、大人に大事にしなさいと怒られたという分ですけれど、で、やはり、フロレックスの素晴らしいで、このフラッシュフィットですね。この弓管の接続部分。ここがもうビタッと決まって、もうかっちりとビシッと決まって隙間一つないと。これは本当にはまるのっていうぐらい、逆に心配になるぐらいのぴったり感ですよね。素晴らしいなと。空間の遊びがないので、後ろバックルは、これはいわゆるダブルではなくてシングルバックルですね。ですので、ここ爪を軽くトンとやると開くわけですよね。そしていつものこのバネ状ですね。ここの人差し指。これがバネになっていて、ミルドクラスプ、すごく綺麗。いわゆる鏡面バックルというものですよね。で、ここを、このね、やはり感触、クオリティ高いなっていうのが、もう一発で伝わる感じ。そして横も、ブレスのサイドですね。これも鏡面仕上げと。このように今ね、色付けが映っているかと思います。とっても綺麗ですね。そして裏側に行きますと、これはロレックスオイスターと、そしてミルガウスと。で、これはちょっと盛り上がっていますよね。つまり、1枚これ軟鉄製インナーケースというものが、間に挟まれていまして、それによって磁気をシールドしていると。それでセンガウスの磁気を保つということですね。はい。
だんだんとロレックスも、いわゆる常時性ですとか、部品、パーツに置き換わっていますけれども、この時代、2007年ですね、に復活して、これ Z ブルーに関しては、追加モデルとして2014年に設定ということですから、モデルとしては、ちょっと一昔前のという感じがありますけれども、後ほどね、ディスコンの話もありますので、ずっと見ていられますね。すごい。この感動、皆さんにも伝わるかと思いますね。いやー、時計はね、本当によし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 と、何かのね、CM じゃないですけれど、本当にめでる感じっていうのが、いいですね。いやー、大切にしてあげたいという、そういうイメージ。毎回毎回、どの時計でもそうなんですけれども、今日は、ちなみに私はこれ、セイコー5ですけれども、これも大事に大事にしてますので、時計じゃない。傷は全くついてないんですね。1万円そこらのモデルですけれども、そのような、もう取り扱い大事にしすぎっていう感じで、私の場合は。そんな感じですか。はい。ピコピコと、今、タイムグラファーが反応してますね。どうしたことか。はい。そうしたら、ちょっと余談が長くなってきていますので、それこそ、タイムグラファーが呼んでいるのかな。タイムグラファー行きましょうか。こちらタイムグラファー、さすがの安定です。今、プラス3秒パーデイト。で、振り角は262度。これは、ロレックスの場合は300度以下に収めると逆に言っていますので、その通りでぴったりと。で、ビートエラー 0.2ms 出ていますが、28,800振動、1秒間に8振動ですね。4Hz となっていますけれども、さすがの安定ですね。素晴らしいですね。で、これなおかつ装着精度がもうド級に安定してますので、この平置きですね、はもうあくまでも参考でしかないということに留めておいていただければと。もうド級に良いですよね。これだけもうパッと見良いですから、プラス3。やはり戻りますね。先ほどプラス2が出ていますけれども、いましたけれども、素晴らしいですね。で、キャリバーが 3100K、3131、これ3000系ですね。3100K。で、3200K が一番新しいレイテストバージョンとなっています。欠点、改善してほしい部分ですね。こちらを言っておきましょう。お読みしますね。ビジネス向けの時計でもあるのに、デートがないのは、ドレックスとしてはどう考えているのだろうクエスチョン。他社の対峙時計は、この点をクリアしているものが多く、次回作があれば搭載されてくる可能性はある。それから48時間パワーリザーブ。ただし、これは私自身は不満を感じないと。やや厚みのあるケースと。そして、カラーリングが豊富とは、裏を返せば定番の色はないとも言えると。なるほどですね。このミルガウスといえばこの色みたいなのがないのかもしれないと。それが、ウィークポイントになるかもしれないよということですね。はい。で、あとは総評になりますので、後ほど行きましょう。それでは、リストショットです。リストショットはめようとしましたら、これ、ちょっと、窮屈でした。ごめんなさい。そうすると、これご説明してなかったですね。これは Easy リンクがついていますので、パチンとこれを外すと、5ミリ延長されるようになっています。これ伸びたの分かりました？こっから、グッと。5ミリ延長。これではまるかと思いますね。実際にはめてみましょう。その場で。どうでしょうか。私のテクメアリは 18.0 センチ。ちょうどいい。ぴったりだ。ぴったり決まりましたよ。皆さん。お待たせいたしました。リストショットです。いつもの距離ですね。皆様どうでしょうか。これ厚みが少し厚めと 13.3 ミリですね。とはいえですよ。とはいえとはいえこんな感じですよ。
少しモコっとした感じはあるかなと思うんですが、いや、それが逆に存在感を主張して、私の場合はすごく好きですね。全く違和感なく、そしてこのラグのところも非常にフィットしていますので、綿棒くんどこ行ったかな。はい、ありました。綿棒くんでちょっと行ってみますと、綿棒くん1本ぴったり1本入りますね。ですので非常に適度なフィット感と言ってよろしい。ブカブカ感ないですね。そしてこの、ラグトゥラグ、ここの縦がこうですね。こうしましょうか。このラグトゥラグ縦が49ミリちょうどですから、このように私の腕だと収まっています。18.0 センチの手首周りです。少しオレンジを当ててみましょう。オレンジを当てて夕日をイメージしていただくとこんな風に映ります。それでもこのように綺麗に映るんですね。一番遠くから今1倍に拡大しましたが、ぐーっと遠目からじわじわじわっと近づいてくるんですね。綺麗ですね。これはプロフェッショナル仕様でもありつつ、なおかつリゾート地であるとか、こじゃれてお買い物にお出かけするときなど、そういう方の場合非常にかっこいいですね。それからもちろんお仕事の内容にもよるかと思いますけれども、こういう、少しカジュアルダウンをしたデザインが許されるようなご職業であったり、こう見た感じですね、個性が強いように見えるんですが、いやいやこれがですね、上品なんですね。この絶妙なバランスなんでしょうね。大人を出していると。じゃあ若々しいかと。もちろん若々しいという言葉遣いもあると思うんですが、これがやはり年を重ねるごとにまた似合ってくると。ですので年齢層幅広いですね。裏行ってみますね。このようにキラーっとまっすぐですね、ピターっと。そしてこのバックルもこのまっすぐに来ていますので、非常にここ手首のちょっと平べったい部分にぴったりと沿っていますね。それからリューズ操作のご要望がありましたので、コメントでですね言っておきましょう。忘れないうちにちょっと外しますので、若干イレギュラーな感じではありますがご了承ください。これは、ねじ込み式ですね。そして防水100メートルです。基本ですね。1、2、3、4、4回で開放されます。ですので、時刻調整もパッとすぐできますよね。そして日付調整はありませんので、そのまま1段引き出すと、今秒針が止まっていませんでした。はい、これでピタッと止まりましたね。このように、合わせるだけですので、10時10分、10時8分にしときましょうか。こんな感じですよね。とっても美しい。で、今オレンジ色を強くしておりますが、でもこのような感じに映るんだということをご覧いただければと思いますね。この、そっとカチッとくる感じ。やはりこれは本当に高級感がありますね。この節度感というのがなかなか難しいところですよね。1、2、3、4ですね。はい。これで締められました。そうですね。この節度感、カチッカチッとした感じ。もう非常に安心感を生んでいますね。左からぐーっときますは、こちらミルガウスです。とっても綺麗ですね。いやー、これで何の不具合がありますかと。めちゃくちゃ光っています。1.7 倍にしましょう。はい。そして、いつもの右側からセイコー SBDC101 が登場です。こちらはダイバーズプロフェッショナルモデルですね。こう色を比べていくと、左のロレックスクロマライトという名称で、いわゆるブルーのよりのカラーですよね。で、なぜセイコーと
やっぱり皆さんセイコーをたくさんお持ちなので比較しやすいかなと思いまして、もう典型的なセイコーのこの黄緑色の、ルミブライトですね。綺麗ですね。共に綺麗なんですけれども、なんて言うんでしょうね。このくっきり感みたいなのは、ミルガウスの方が常にくっきりしていますね。セイコーは右側は、ダイバーズなので、割とこう塗料もてんこ盛りみたいなモリモリ感がありますよね。十分に美しいですけれども、いや非常にこれは残光具合も問題ないですし、今もう1分50秒お話ししていますけれども、なるほど、これは問題ないですね。すごく綺麗ですね。それでは重さいきましょう。何グラムでしょう。152グラムですね。もう十分な軽さの範囲にありますので、日常使いにも最適な重さ感というのがありますね。素晴らしいバランス。それではなおさんの総評そのままいきましょうね。そして今オレンジを消してみました。また途中でつけてみましょう。今白 LED だけですね。はい、総評。ミルガウスというモデルは2007年に復活し、Z ブルーに関しては追加モデルとして2014年に設定された。つまり比較的最近フィーチャーされた来たモデルなのだが、近年ディスコンの噂が絶えないと。いやそうですね、私も記入したんですが、調べましたら価格コム現在ですね、2022年1月現在、お値段がなんと178万円からと、すごい価格ですね。でランキングも第7位に上昇しています。これはやはりディスコン、皆さん、ディスコンティニューですね、生産停止とになるかもしれないということで、この注目度今マックスではないですかね。もうミルガウスの、ディスコンの噂はもう何年も前からずっとありますよね。要は3200系に変わるのではないかと、その際にコンティニューされるかディスコンティニューされるかどうかというお話ですよね。はい。で個人的には続きまして、この時計を大いに気に入っており、どのようなモデルがそれに置き換わるにしても廃盤となれば寂しい思いを禁じ得ないところであると、もう大変気に入っていらっしゃると。いや本当に気に入る理由分かりますよね。そしたらここからオレンジを追加しましょう。オレンジ追加するとこんな感じですね。続きまして、ロレックスの人気は、その機能性を重視する社風と、現代においてはファッショナブルなテイストも取り込んでいるところにあるだろうと。そういった意味においては今ちょうど右側に映っているので、こういう、パームダイヤルですね、ヤシの木ダイヤル、おしゃれ今風ですよね。コンテンポラリーナウな感じを出している、これはデイトジャスト DJ ですけれども、かっこいいですよね。でトレンドのグリーンと、トレンドというかもう定着しつつありますね。それでは続きもありますね。テイストも取り込んでいるところにあるだろうと。それはミルガウスにおいても例外ではなく、誠に個性豊かでかつ美しいモデルということができる。はい。しかもそれは胎児時計の一つの完成形なのだというふうにいただいております。そして最後ですね、この論評一番最後に凝縮されるわけなんですけれども、もちろんオメガ等はこのようなインナーケース方式ではなく、時計の全体的な構成を非胎児素材で完成させることで、より革新的な製品を作り上げていると。15000ガウスのマスタークロノメーターですね。ただ私としては、IWC やロレックスが取り組んでいる古典的なメカニズム主体でのありようにやはりロマンを感じるのだと。せっかくなんですが最後ちっと噛んでしまいましたね。このあたりが、私のチャンネルです。はい。
これよくわかりますよね。いわゆるもう超ハイテク武装の、なんと言いますかね、車に例えるのも何ですけれども、最新のもう超 EV モデル、テスラだとするとですね、こういう、なんて言いますかね、私で言うと、BMW の直6ですね、ストレート6エンジン、こうスムースに吹き上がる感じ。もしかすると、なおさんでいうところの水平対向6気筒のエンジン。そのあたりは、機構的にはもちろん古いわけですよね。もう百何十年以上前からあるレシプロエンジンといいますか。で、その中でそれをどんどん磨いてきて、その完成形と、つまりそれを古典的なですよね。エンジンというのは内燃機関。もう今や、置き換わろうとしておりますけれども、古典的なメカニズム主体でのありようですね。で、そこにロマンを感じていらっしゃるということですね。私もそれはよくわかりますね。もちろん電気自動車もすごい大好きなんですよ、私。大体のもう時計の場合でもそうですけど、自動巻きからクォーツから電波ソーラー何でも大体好きですね。はい、あまりその好き嫌いはない方なんですよ、私。ということで、このように締めくくっていただきました。皆様、いかがだったでしょうか。これは本当に、ディスコンばかりがディスコンか否かというところが注目されてばかりおりますけれども、やはり単一のモデルとしてじっくり見てみる、そういう時間ももしかすると有意義なのかもしれませんね。はい、私はそのように感じました。皆様いかがだったでしょうか。そして、なおさん、こちらどうもありがとうございます。そうしましたら、長いですから多分編集しても長いと思いますので、以上とさせてください。またコメントいろいろお待ちしております。皆様明日も明後日もお元気でもいってらっしゃい。